今日はね、ちょっとバランス調整の話もあるんでね、はい、いっぱいあります。はい、ちょっとね、例のスキルもね、ちゃんと計算してみたらやっぱ間違ってたんでね、加工させていただくとかちょっといろいろあるんですけど、はい、一応前にも言わせていただいたんですけど、ちょっとね、調整をこまごまとやらせてもらって最終的にリセットやりたいっていう話なので、一応今回上げたり下げたりはしてるんですけど、もしかしたらすぐもう来月にはまた変わるかもしれないっていうのもちょっとございますので、いきなりなんだろう、その忘却とか使うんじゃなくて、ちょっとしばらくその環境をちょっとプレイしてほしいなと思っております。じゃあ行きましょう。ということで、じゃあまず1枚目のスライドからお願いします。ドンといきなりデコイシューターってます。デコイ、ナイスデコイ。はい、いやデコイちょっと弱体化します。前にもちょっと言わせていただいてたんですけども、ちょっとモンスターの範囲攻撃を受けるようになってですね、一瞬動きが止まるようになりますってところですね。デコイが攻撃を受けるんだ。そうです。は別にダメージとかないですけど、ただ動きが一瞬止まりますっていうことですね。ただ一応メインスキルのなんだろう、弓と自動弓に関してはデメリットは発生しないよってことですね。で、次のページお願いします。で、次がアローウォールランサーブラストフィナウバーストが威力を情報修正いたしますところですね。全体的にちゃんと今回再計算したところ、ちょっといろいろとうまくできてなかったので、フィナウもあかんですね。全部直しました。フィナウはね、前の固定ダメージが異常値設定だったのを直した結果弱くなってたので、今正常に直したっていう感じではあります。これ歓喜じゃないですか、みんな。これね、魔食に希望が出てくるの、いいんじゃないですか。魔食いいね。結構フィナウは前のお手軽効果力みたいな感じになってるんですけども、固定ダメージが前回の調整で下がってますので、言うほどお手軽ではないって感じです。ちゃんと M アタックも上げないとダメですよって感じですね。メイン魔食歓喜。前はね、そのスキルパワーがあまりに高すぎて、要は M アタック上げなくても効果力出るぜみたいな感じだったんですよ。でそれが前回の修正でそれが治ってちゃんと装備揃えないとダメで、揃えたとしても栄唱速度が長すぎるっていうのがあったんで、一応そこを加味して威力をちゃんと直したって感じです。その栄唱速度、こっちは倍率を直してるんで、おそらくそんな変なものにはならないって話ですね。バースの方はほぼ微調整な感じですけどね、一応栄唱速度が上がるにつれてフィナウを超えてくるので、DPS 計算した感じですけどね。ただ今の環境ってまだそんなに CSPD 漏れる環境ではないので、まだしばらくはバーストよりはフィナウの方が強いかもしれないですね。なるほど。ってか強いです。CSPD ガン上げしたらバーストめっちゃ強いんですけど、それはそれで。で、次のページお願いします。で、チャージングですね。ため時間が CSPD の影響によって最大1秒減るようになります。ちなみに CSPD によって遅くなることはないですよってことです。いやでも1秒はでかいですよ。でかいです。チャージングだな。チャージングはね、1秒は結構変わりますよ。確かに。ちなみにこれって別に他の職業でも CSPD あれば減るので、職っていうか武器ですけどね、ついつい言っちゃうんですけど、さすがにね、ちょっとね、コムズで使ってる人とかもいるんで、ちょっと CSPD 遅くなるのはちょっとさすがにえぐいので、マイナスは消しました。なるほど。さすがにちょっとね、最近敵の攻撃サイクルとかも速くなってきてるんで、やっぱチャージングする暇がね、なかなか使えないとかがあって、やっぱ魔法色って MP 大事なんでね、結構チャージングがでかいですね。近接もかなりね、MP 回復手段を多く持ってきてるので、もしかしたらちょっと1秒だと足んないのかなとは思ってるので、もしかしたらもう一段変える可能性もありますけどね。じゃあ次のページお願いします。シャイニングクロスですが、威力と発動速度が下方修正で、その代わり威力に自身の SR、AGI、DX の影響を受けるように変更しました。基本的に双剣使ってると必ずこの3つのうちのどれかは振ってますので、必ず威力が上がるはずです。で、あと MP の回復が2回発生しているものが1回になりました。ただ、2ヒット中片方でもクリティカルすれば、回復は発生するので、片方はアボイドされたといっても、もう片方が当たってるのであれば、一応1回は回復はします。これ単純に前そのメテオよりちょっと強いぐらいの想定っていうのを言ったと思うんですけど、改めてちゃんと計算したら2倍以上、下手したら3倍ぐらいの威力が出てですね、なんでこんなんなってんのっていうのをちょっとうちのスタッフとちょっと小1時間ぐらいちょっと会議をしました。なんでやっつって、ちゃんと計算したらこんなすぐ出るやろっつって、なので直しました。すいません。なるほど。で、一応ステータス影響を入れたので、今後のあれですね、ステータス解放によって、じわじわまた強くなっていくところも今回入ったって感じですね。一応全スキルそういうふうにはしようと思ってるので、ちょっと先んじてこいつだけ入ったって感じですね。ちなみに発動速度が低下っていうんですけども、最大速度で使ってる人だと、大体 0.25 秒増えてるって感じですね。
まあ、0.25 秒なんでそんなにはって感じですけど、そうですね。まあさすがに積み重ねていくとだんだん遅くなるので、はい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 、そうですね。発動速度はそうですね。スキルのモーション速度の方ですね。なのでまあ 0.25 秒増えます。最大使ってる人はね。はい。遅い場合は 0.5 秒かな。ああ。そう行動速度で最大 50% 速くできるんで。まあ言うて0コンマレベルだね。いやーでもやっぱその速度の世界を生きてる人たちからするとやっぱでかいですよ。マジか、そんなにいんのか。すごいな。だってさもすげえなうゲーム上手い人って 0.1 秒の無敵時間ちゃんと活用するでしょ。でじゃあはい次のページお願いします。でデッドリスピアさんが、1000ペアリで使用した場合のクリティカル率が上がりました。勝手の場合は変わらないです。でクリティカルが発生した場合、次に使用するスキルの消費 MP が半減するようにっていう効果がつきました。はい。ってぐらいですね。クリ率が上がったってことですね。クリティカル率が上がりましたね。あ、けどクリが発生したら次に使用するスキルの消費 MP 半減。はいおじゃあコンボ組む時にデッドリーの後に重めのやつやってればもしかしたら。まあ、ただインパクトに比べるとやっぱりね物理慣れが発生してしまうところはやっぱデメリットかもしれないですね。だから難しいな。変動がでかいやつだとちょっとこれはむしろマイナスになるっていうことですね。あー MP 半分なったとしても。一応片手剣でもクリティカル発生すれば半減になりますよ、ただやっぱその物理慣れが出る分ちゃんと考えないと使いにくいかもしれないですね。難しいな。はいで次のページお願いします、はい。で次ドラゴンテールですね。これ前に言ってたやつですね。ドラゴンテールの攻撃タイミングにつき受けるダメージを1回軽減する効果を発動します。はい、ドラゴンテールって2ヒットなんですよね。2回振り回すんで、だからでその攻撃1回1回にダメージ軽減効果がついたって感じですね。一応タイム2ヒットするから一発目の間に食らうと1回だけダメージ減らして、でもう1回一振りしてる間にもう1回食らった場合にもう1回軽減できる。緩和してくれるんですね。じゃあ緩和できます。なるほどね。まあこの辺は多分レベル4解放した人はそんなに使わないのかなと思いますけどね。まあ一応これからまだやる人もいるのでね。はい。まあ、結構なんだろう受付時間が長いので結構防御としては使いやすいですけど、これ2ヒット目の方が経験率最終的に上がるので2ヒット目を極めると結構強いかもしれないです。へまあ、P ディフェの介護官といったらまあその通りかもしれないですね。そうですね、あんまり使わないんでね普段はね。なるほどね。で次のページお願いします。でだいぶインパクトですね。まあこれは指摘あったんでちょっと確かにそうだなと思ったんで、ジャンプ中に無敵が入るようになりました。一回こう空に飛んでからこう突き立てる時の飛んでる間のまあ大体2秒ないな1秒ぐらいなんですけど、まあそこに無敵が入ります。メテオブレイカーと同じ感じですね。ただこいつは高度速の影響を受けないように代わりに調整が入ってます。なので加速しないってことですね。逆に減速もしないので凍結中でも安定して飛んでいけると。使えますね。なるほど。あとこのスキルで先行っていう状態以上が付与できるんですけども、ちょっと耐性時間が長かったので、まあ、ちょっと短くしました。はいはい。まあ、それでもちょっとまだ長いかなとは思うので、もしかしたらもう一回調整は入れるかもしれないですね。そうですね、まあメテオの介護官といえばそうですけど、まあ、こっちの方が、まあ、多分無敵としては使いやすいかもしれないですね。メテオって加速しちゃうんで、加速するほどどんどん無敵時間が短くなるっていう早ければ早いほどそこはちょっとね使い方が変わるかなと思いますね。はいで、次のページお願いします。凍結も無視っていうのはさっき言ってたようにそういけるってことですね。行動速度が変わらないってことはそこは利点ですね。で、あとはエーテルフレアエレメントスラッシュエンチャントソードの、威力を情報修正しましたよってことですね。エンチャントは結構強くなりましたけど、まあただやっぱ常に弱点にしかならないっていう部分では、まあ、これ以上伸びないっていうところはあるかもしれないですね。あと無属性にはやっぱ弱いので、ただ一応火力スキルとしては結構十分な威力になったのかなと思ってます。一応あれですね、エンチャントソードは大体あれですね、スキルツリーレベル 3.5 ぐらいを目指してもともと作られてたやつが大体4に近づいたぐらいなので、結構強いですね。ちょっとね、まあ、これもA 消モーションあっての攻撃なので若干 DPS が低いってところもあるので、まあ、場合によってはもう一回ちょっと入れるかもしれないですけど、じゃあその次いきましょう。でブラッドバイトが、威力を少し情報修正しました。少し、まあ、これはもうなんかそんなではないです。あんまり変わらないぐらいやけど、ただ与えるダメージ量が上がるので、まあ、安定して回復が発生するようになるというだけですね。これはちょっとおまけ程度なので、まあ、じゃあちょっと次いきましょう。でダークティンガーの方が、威力に対する自身の SR とビットの影響値を情報修正しました。まあ、前よりも格段と威力が出るようになってます。格段と、まあ、ちゃんとステータスをちゃんと振ればですね。
まあこれも使っていくとどんどん HP が減っていったりもする、まあ、癖のあるやつなんですけども、結構威力は上がったのでだいぶ使いやすくなったのかなと思います。いいですね。はい、で、次のページに行って、デーモンクロー、こっちもそうですね、威力に対する HP の影響を頂上補修しましたよと、結構なんだろう、発動条件厳しいんですけど倍率が低くてですね、あまりちょっと使いにくいっていう状態だったので、結構威力上がりましたね。はい、その代わりやっぱ使用条件厳しいので、まあ、ワンパン的に殺されるような状態に陥りやすいっていうところではやっぱ使いにくいものではありますね。はい、でその次です。はい、でレッドティアが、あれですね、こいつは威力を下げた代わりにスキルレベルに応じて、まあ、防御無視能力を新しく追加したので、まあ、威力は下がったんですけど安定してダメージは入るよってことですね。ちょっとこいつは他の部分いじっとうと思ったんですけど、ちょっと強すぎるのでちょっと今回は見送りました。単純な他のスキルとの差別化をただしただけですね、これは。正直リスクに見合った火力出ないよね、デーモンクローね、わかる。はい、でその次のページをお願いします。で次サンライズアロー、まあ、この辺はもう正直ハンターのほぼ初期スキルなのでそこまではあれなんですけど、まあ、一応矢を装備した時のボーナスが固定だったんですけども、これが自分のデックスに依存した威力増加に変更になりました。最終的には結構な破壊力が出るようにはなりますけども、まあ、これを主力として使うにはちょっと難しいですね。なるほど。まあ、とはいえ、まあ、多分低レベルのうちは結構な威力が出せるようになるので、まあ、どっちかっていうとこれから始めた人向けかなとは思います。いいですね。一応睡眠中に使えばレベル4には近い威力出るんでただやっぱその条件が難しいだけで初心者みたいな。初めて間もない。じゃあ次のページいきます。はい、で、トラップが、モンスターの突進攻撃では破壊されなくなります。ああ言ってましたね。はい、言ってた。トラップの方が先に判定きて壊れる、嘘でしょと思って踏んでくれないっていう。なのでまあより踏みやすくはなったので、まあ、これでまあスリッパ当ててサンライズでバーンっていうのは一応できなくはないですね。まあ、とはいえやっぱり、まあ、こいつは、まあ、DPS 叩き出せるものではないので、ただトラップってあれですよね、 PVP 入ったら超強いんですよね。強そうっすよね。強そうですね。だってあれじゃないですか、スリッポンと叩こんで敷地とかで飛んできたら寝るんですよ。おお、すごい怖っと思うんですよ。シューっていっちゃいますもんね。あ、やべえと思ったら、あ、寝てるってでサンライズアロー、はいさようならっつって。ああ、なるほどね。弓楽しくなりそうですねこれ。まあまだね、突進攻撃以外では壊れるっていう状態に関してはまだやっぱりデメリットなので、正直他の攻撃もちょっとなんだろう、一発で壊れるはちょっと直したいなと思ってるんですけど、ちょっと今回はこれだけになってます。なるほど。はい。はい。で次がバックステップですね。バックステップってアサシンスタブの威力を上げるボーナスを付与できるんですけど、敵の攻撃傾向があるじゃないですか、赤い床とか青い床のやつ、あれの上で使わないとアサシンスタブの威力上がらないんですけど、これがまあ要は癖が強すぎてですね、ちょっとアサシンスタブ使い物にならんなっていうのがあったんで、もうモンスターの攻撃とかじゃなくても使ったらとりあえず次のアサシンスタブは強くなるっていうふうに関係なし、とりあえず使えばボーナスがつきます。まあ、MP 回復ボーナスは引き続きちゃんと床を避けなきゃ出ないです。じゃあスキルとしてはバフって感じですね。そうですね、はい、条件がいらなくなったんですね。まあ、やっぱね、バックセーブ自体はすごい使いやすいスキルで結構皆さん使ってるので、まあ、あんまりちょっと殺すのもあれだなと思ってるので、まあ、やっぱ機動性が上がるとやっぱ面白いですからね、ゲームとしてもね。まあ、もちろんそれで失敗して敵の床に突っ込んで死ぬっていう事件もまあなくはないので、あと直線攻撃に弱いんでね、後ろに下がっても当たるから。そうですねはい、よく何でしたっけ、ボスで突進してくるやつのその戦場に避けちゃダメってことね。横に避けんとね、あっと思って、なるほどね、そっちじゃないっつって、はい、で次のページお願いします。で次レイジソードですね。まあ、これちょっと参加用ですけども、まあ、今盾装備した時にボーナスが入ってるんですけど、そのボーナス値を下げた代わりに、まあ、自身のビットによってさらにそれが上がるようになったので、まあ、下方というよりはこれは多分情報ですね、どっちかっていうと、まあ、ビットが低いと威力下がるので、まあ、下方も入ってるよってだけなんですけど、はい、であとそのレイジソードを使った時に敵が自分を狙っている場合、要はその自分がタンクできている場合にはクリティカルが確定クリティカルになって次に使用するスキルの消費 MP が半減しますよってことですね。まあ、タンカーさんだとやっぱヘイト取りながらかつね、でしかもこれ確定クリティカルってことは絶対当たるので、まあ、ボイトとかされたらちょっとあれですけど、基本的には当たりやすくなるのと、あとまあ次に使用するスキルの、ね、消費 MP も半減するってことでは、まあ、タンクには結構いい、立ち回りやすくなりそうですね。はい、なので基本的にはもうプラスばっかですね、これは。
まあ確か縦も装備した時のボーナスが確かプラス30とかだじゃあプラス50が30になってはいビット影響でさらに上がるんで基本的には全体的に上がってます。はい。なんでレイジ結構いいですよ。ねまあその代わりやっぱプロボーグに比べるとヘイト量少ないので、まああんまり過信しすぎてもちょっとあれですけどね。はい。じゃあその次行きましょう。はい、で次バインドストライクですね、まあ、こっちは縦装備時のボーナスが、さらに増えて、はいさらに自分のビットの影響でもさらに上がると、バフバフじゃないですか。はい、なのでビット型の人に関してはマインドは結構主力スキルにはなれます、現状でもまあビット振ってりゃ結構強いんですけど、はいまあそれがさらに上がるっていうことでね、は縦勢わーってなってんじゃないの。まあ、ビット型なんでただビットって振りすぎると割合ダメージに不利になるんでああそうですね。別に一概に有利なだけではないところはちょっとありますけどね。じゃあその次行きましょう。はい、次スローイングですね。スキルレベルを10にした際このスキルは通常なりに変化するようになりました。はい、これ多分めっちゃ強いですね。まあ、一応他の、まあ、今後なんですけど他のところにも、まあ、通常慣れなスキルはちょっと増やしていこうかなと思ってるので、まあ、いわゆるそのロングコンボ対策みたいなのでも使えてくるのかなとは思っています。一応片手剣の方にもそういう感じのやつ入れようかなというとこ思ってます。これめっちゃ反応ある。やばい。マジっすか。通常だとあやった強す。うわ早い早いコメント。すげえ結構ねナイフ特権は結構あるんですよ、ね。ナイフあんまり使わないからワカランティウスってそうやっぱそう普段使わないものだったりするんで、ね、なんか教えてあげるうん教えれんだよ。まあどっちみち MP 消費ゼロってことはまあ慣れ強いね。まあ通常慣れでも別にそう本来は問題ないっていう。これはいいな。はい大好き。ゼブロコモリクもやばい。やばい。はい。でこれ強いその次のページいきます。ナイフ使わなくなったのにでまあそういうのもあるね。はい。でシーズ逆パタ付きシーズキャノンですね。はい。シーズキャノンはね気絶の付与に成功した時に縦の精錬値と自分自身のビットによって威力が増加します。これ増加ってレベルじゃないですね。多分超絶アップですね。精錬値も加味されるんですか。めちゃくちゃ強いですよこれ。強いっすね。ただねこれね気絶成功時だけなんでいやそう条件としてはね。常にね出るわけではない。はいはいはいまあ雑魚狩りではすごいこれ役に立ちますけどね。はタンカーさんは結構これで火力出るんじゃないかぐらい強いです。そうですね。もうこれを僕が提示した時にうちの開発陣が「いやちょっと丸い盾欲しいですね」っつってたんでガーっていく感じ。そう分かると思って星入りのね模様のついたね盾欲しいねって言ってたの。米国のやつ。そうさすがに勝手に作れないからちょっとダメよ。ちょっとねキャプテンね。けどなんかそういうのもあってもいいかもわかんないですね。盾が武器になるじゃないけど。でもまあやっぱりその気絶って対戦時間すごい長いんで、はいまあ連続して使えないっていうところではけどまあ癖はありますよね一。発必中では結構だけどそうダメージ期待できてるっていうこと正ですね。直遠距離から撃てるってだけのシールドバッシュでしかなかったので、はいあんまり活用できなかったんですけど、ほうまあ、これでだいぶ変わるのかなとは思います。今回なんか壁勢っていうか盾使ったりする系は結構面白いことになってますね。でもそれ後半だからな。あまあまあまあね。そっか。はい、で、次のページお願いします。で次ホーリーフィースト、まあこれはほとんど序盤用なんですけど、はい。まあ、威力が上がったよっていうのと杖で装備した、使用した場合には、まあ、威力がさらに上がる、まあ、これは変わらないんですけども、はいまあ、さらに自分のイントでさらに威力が上がりになったよっていう、ほうまあ、テコの場合は、STR が影響して威力がさらに上がるよって感じですね。ただまあ物理慣れなのは変わっていないのでそこはちょっとまだ今後どうしようかなと思ってますよね。なるほど。テコで使ったら魔法内になったら面白いかなとちょっと思ってるんですけど、はいはいまあ、はい。一旦それは後回しにしました。はい。ちょっと環境が変わりすぎるんでそれは。じゃあその次行きましょう。で最後ホリライトですね。はい。まあこれはあれですね。まあ威力に対する自身のイント影響が、なくなりました。逆に杖装備時のみに影響するようになった感じですね。まあなのでボーナスの位置が移動したって感じです。なるほどなるほど。なので杖以外で使ってた場合、はい結構威力が下がっちゃうってそう感じいうことですね。はいまあ、ただベース威力が上がっているので、はい多分言うほど過方ではないですねこれは。そもそも強いんで、はいそうホリライト影薄いんだよなーっつってで魔道具で使用した場合には自身のイントによって HP の回復上限が増加するようになったよって感じですね。なのでまあ魔道具使いだったら結構これで自分の HP 回復間に合うんじゃないかなとは思いますけど、管理しながら戦えるんですか。あでもそこまでそうかやっぱヒルのが強いですけどあかんよ。まあ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 これはねこれはなんか横道のそんなのもあったなと思ってくれればいいですはい、いやもうオリライトなんてもう空気ですからね基本いや空気のやつなんでいいんだってなるでしょ。ついでねまあまあついでです
まあこんなところですかね。まあ、今回のまあ調整ちょっとこんな感じです。はい、はい一応ちょっと調整のサイクルは今後上げていきたいなとは思っているので、まあ、もしかしたら早々と来月も何かしら入れる可能性もあるし、まあ、今回の調整で、まあ、多分ユーザーさんの方でやっぱ使ってもらっていややっぱこうじゃねえんだわっていうのがあれば多分それの意見を見ながらじゃあどうしようかっていうのをまた多分協議はしていこうかなと思ってますけども、まあ、最終的にはまあ多分まあ僕らの方でさすがにこれはやべえっていうのがあったらまあ止めますけど、はいまあ、ある程度はこんな感じですかね。またこのスキルで遊んでいただいて、そうですね、はいでちょっと今回は前も言ったんですけどちょっとリセット今回なくてですね、はいまあ、何回となくやらせていただいた後で、はい、まあ、できれば、まあ、秋だか冬ぐらいに1回リセット期間設けられたらいいなと思バツッとねってます、まあ、はい一応年内にはもう1回やりたいのでリセットは。はい、ってことでした、ではもうとりあえずバランス調整の話はここまででございます。はい